うおーってことでね、ヒラリーです。どうも。この動画は、小さな長所短所ということで、このタントファンクロスの、乗ってみてね、よく感じた点、それからいまいちと感じた点をテンポよく上げていきたいなと思います。ダイハツのタントファンクロスに乗って感じた小さな長所短所を一つ目。助手席ドアを半ドアまで閉めると、あとは自動で閉まってくれるイージークローザーについて。助手席ドアのイージークローザー。こっちのね、スライドドアのイージークローザーではないです。このヒンジドアにイージークローザーがついていますので、その様子をね、やっています。これね、すごいですよね。高級車みたい。じゃあ閉めますね。半ドアまで閉めます。見ててください。はい。自動で閉まりました。これね、ここまでの動きがちょっと重くて、あとね、ここ引っ張るのがちょっときつい、ゴツッとくるのがあるんでね。まあ残念なんですけれども、ごめんなさい。それはあるんですけれどもね、それを除くと、イージークローザーがついていてね、高級感あります。やっぱり物っていうのは、バターンと閉めたくないですよね。できれば閉まるギリギリで閉めたいもの。というのもね、まあ自分もね、いつか彼女のお父さんのお家とかに挨拶行って、ドアバターンって閉めらんないじゃないですか。なので、バターンと閉める癖はつけたくないです。まあそういったこともあってね、車も閉まるギリギリをいつも狙っていまして、これだったらね、もうこれでいい。これで十分といったところですごくいい機能だと思います。まあ今後ね、全部の車はこうなっていくんじゃないかと予感させてくれる機能です。地上時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。今回は2024年式タントファンクロスターボエンジン搭載車でお値段は190万円。分かってはいましたが、実際はそれ以上に便利機能が豊富。気配り通り越してサービス精神の塊でしょ、最高でしょってね、思うモデルでした。それでは良いも悪いもミックスしての15箇所以上、純不動で始めていきます。では戻って小ネタ2つ目、ダイハツのシートと考え方その他について。じゃあ今度ね、取り上げたいのは、安心サポートクッションっていうグッズです。これがね、純正のオプションとして用意されています。こんな感じでね。最近紙のね、カタログ減ってきちゃって、トヨタとかも全然ないらしいんですけれども、ダイハツね、まだありまして、で、このオプションカタログに載っています。お値段も3種類あってね、色も黒とベージュとかあってね。で、今回ね、これ買ってみました。これ今日まだおろしたてで1回も使ってなくてね、これから走行レビューしてくるんですけれど、ものとしてはね、こんな感じです。開くとね、こうなっていて、もうほんとね、これ、両端をね、引っ掛けて、これをシートバックとここの隙間にね、差し込めばいいだけのものです。そしたらね、この予備のクッション材、これをここに入れて、硬さを調整できるみたいなので、ちょっと入れてみます。じゃあちょっと表側から触ってみますね。すごい。なんか本当に効いてきそうな感じです。じゃあこれでちょっと車側につけてみます。使ってみてね、これから使ってレビューしてきますので、走ってきますので、それがどんな感じかというのはまた別の動画で見てください。とりあえずね、こういうものが純正オプションで用意されている。しかもね、安価に、5000円ぐらいというのがね、嬉しいです。やっぱりね、こういったところがダイハツのメーカーとしてのポリシーというのかな。これ曲げればもうほんとベンチシート。で、ね、使いやすさとか売り文句としてこの方がいいでしょうし、逆にね、運転にこだわられる方は、こういうの使ってね、乗ってよと、それを5000円で用意するからって、純正で用意してくれる、この考え方がね、すごく嬉しいと思います。ちなみにね、シート自体も質は良くてね、もう全然、なんでしょう、セパレートシートみたいにね、普通に座れます。この辺もね、すごくいいとこが盛り上がっていて、上に行くに従って沈んでいて、で、一応ね、このね、すごい柔らかいですけれども、形だけはね、サポートのあるものの形状をしています。で、ほんとね、クッション性はある。次です。ラゲッジ周りで数点まとめていきます。テールゲート、ハッチゲートについてで一つ挙げます。まずね、一つというかね、二つ三つ詰まっています。よいしょ。まずこれダイハツでおなじみのね、樹脂製です。これによって静粛性ね、すごく確保されます。このあたりね、やっぱりこう、吸収というかね、内側に伝えないというのはね、鉄板より一枚上手です。で、デメリットも当然あります。ここね、板金効かないです。で、
そうね。まあ、知り合いのバンキ屋に聞いたところによると、まあ、ある程度以上凹んだらこれごと交換だよと。で、まあ、車によっては中古部品があるんでね、古くなってきたら、まあ、これが使えると。で、もう一つというか、今回の本題いきますね。これをちょっと見ていただきたいです。まず一つ目。これが上がります。まずこの下アンダートレイです。まあそれは当然ですよね。で、このラゲッジボードが2段式になっていて、広げることで、ここに高くできます。結構ね、こうがっちり穴がはまるようになっていて、ポンと置くだけじゃないです。しっかりね、ここに、きちんとした場所に来る。で、これがあることで椅子を倒した時のね、この段差を埋めることがあります。これちょっとね、別の動画でやりますね。で、場合によってはこれごと外に置いてね、テーブルにしてこういった荷物を置くこともできるでしょうし、あとね、ちょっとこの畳む機構を見ててもらえますか。ほんとね、おまけっぽくないんですよ。ただこうやってやってもね、畳めないようにロックされる機構になっています。なのでしまうときはこれをペコンと、こうか。ペコンとやってしまわないとしまえないようになっていて、おまけではなくてね、きちんとできてますよね。じゃあ今度、せっかくなんで元に戻しますね。こっちもね、もう当然のようにね、一箇所、かっちりした位置にきっちりはまるようにしか使わないです。まあやっぱりね、軽自動車の高級版っていうかね、このファンクロスとか特にそうですけれども、よくできてます。で、続きましては、ラゲッジルーム内の USB ソケット。この話をさせてください。ちょっとすいません、ここ座らせてもらっちゃいますね。ここに 2.1A のソケットがあります。タイプ A の端子だね。なかなか珍しいですよね。1500W のね、ハイブリッドなんかはコンセント、給電ポートありますけれども、これ USB の 5V 2.1A の端子がここについています。で、まあどういう時使うのかなっていうのはね、もう、ユーザー次第で無限大ですよね。まあここちょうどね、座ってもいい高さなんですよ。そんなに低くないけれども、座ってちょうどいいぐらいなので、まあこの辺でね、何かするとかいろいろあるんでしょうかね。まあそれこそこのアウトドアっぽい、このファンクロスの、アウトドアっぽいイメージにつながりますね。まあ電源取ってね、今ほんと USB でできるもの多いですからね。で、あとね、ラゲージルームのライトはいくつかあります。複数あります。光源ね。まずそこに1個。それから、ちょっとね、見えないですけれども、この裏側にもあるんですよね。すごいです。この車ね、ルーフこれだけ長さがあって、で、一番前、運転席、助手席のフロントシートがついています。で、2列目用に真ん中にもあります。で、さらにここまである。すごいですよね。まもなく左方向です。そしたら軽くプッシュタイプの QL リッドについて。正確に言うと、ドアロック連動型のヒューエルリッド。この給油口の蓋のことをね、ヒューエルリッドって言います。これもすごいね、超勢いがいい。ちょっともう一回やってみましょうか。今、ドアロックね、解除した状態です。この状態ですと、これがね、手で押し込むことで開きます。すごい。ちょっとね、勢いいいし、ちょっと硬いですけれども、まだ、オドメーター1000キロの車体なんでね、もう少し馴染むのかな。不安がなくていいです。開かなくなっちゃう不安がなくてはいい。で、これがなんでいいのかっていうのはね、自分思うところがあります。それはね、やっぱり、車複数台所有してるとね、どうしてもね、給油口右だっけ左だっけとか、どこにレバーあったっけって分かんなくなっちゃうんですよね。そういうこともあって、そういう時にね、このプッシュ式の車が、すごくね、重宝しました。もうレバーの位置なんでね、覚えなくてもいい。しかも足で踏んじゃう位置にもないですからね。とりあえずそういうところで、これ良さがあります。お次はこんな点からもターボ車を選びたい理由、タントファンクロスターボを選びたい理由ということで、ステアリング周りいきます。じゃあ続きましては、このステアリングに関して、このファンクロスですと、まず NA 車は、ウレタンハンドル。で、ターボ車は本革ハンドルになります。本革巻きね。この NA とターボで数少ない違いがこのハンドルになります。あとタイヤがね、14インチ、15インチというのはありますけれども、とりあえずね、ここは大きな違いだと思います。NA とターボの価格差が10万円なんですよね。で、10万円の差で、ハンドルが違う。このハンドルがね、別にお店で部品取ってもらって新車の時から付け替えてもらうこともできると思うんですよね。ただ、5万か6万円しちゃいますから、ターボの方を選んだ方がいいんじゃないのって思うようなね、
価格設定ですよね。まあ本当にね、軽自動車全般的にね、ターボ価格差は少ないんでね。本側のハンドルはね、このグリップ感がいいんでね、軽い力で操作ができます。なので、全然ね、運転する感じが異なっていきます。ぐっと握ってから切り始めるのと、軽くね、そーっとした力で操作できて、車とここで手のひらで会話ができるというのはね、やっぱり本側ステアリングの方が、このグリップ感というところで、グリップ力というところで優れていますので、そこを出てきます。で、あと、こっち側。このタントね、ここ ACC がオプションなんですよね。NBOX とかより5万円安い分、ごめんなさい、NBOX ジョイとか、デリカミニと比べて5万円ぐらい安いんですけれども、この ACC が5万円のオプションです。正確に言うと ETC とのセットオプションで、5万円ぐらいということなんですけれども、ちょっとね、それないとね、シンプル。ちなみにこっち側は多機能です。上下と決定ボタンとね、ボタン3つありまして、あと360度モニターはこのボタンです。ちょっとこっち映してもらいましょうか。これね、すごい便利です。こう握っていてね、親指でポチッと押せばね、ポチッと出てきて、もう一回押すと、今度車の両端が映して、この大きな画面すごいですよね。今これがフロントカメラですね。ちょっとバックカメラ出してみますね。バック入れます。こんな感じだね。こっち出てきて、こう切り替えできるのかな。できましたね。拡大と、すごいすごい。1、2、右端をついてくれないんだね。どっちかということになりますかね。以上です。そしたら次、タントの素晴らしく合理的と感じられるシートスライドについて。じゃあ続きましては、このフロントシートのロングスライドについて話していきたいなと思います。まず、運転席側はね、スーパーロングスライド、540ミリということで、これね、モデル途中からオプションになりました。ごめんなさい、ファンクロスは最初からオプションだったのかな。22,000円のね、オプションで、フロントシートは540ミリ動きます。で、助手席は全車標準で、380ミリ動きます。ちょっとね、やってみますね。マイクから撮ってもらえますか。これ、リアシートからもできちゃうんですよ。まず、今これが一番後ろの状態です。これ前に出しますね。ここのレバーを引くことで、カメラ固定でお願いします。ここまで前に出ちゃう。すごいですよね。このね、内装の作り、ちょっとセンタークラスターの足元の部分撮ってみてもらいます。そこ右足の膝のあたりへこんでるの分かりますでしょうか。そこの部分ね。そこへこんでて、これがなんでかって最初思ったんですけれども、これやってみて分かります。ここにね、シートがこう逃げるように作られてるんですよね。さすがです。で、あとはちょっとね、覚えていたら役に立つようなうんちくで一つ。このタントね、パンク修理キットがこの下にあります。フロアマットを開けて、ここやると、ここに入っています。びっくりですよね。あとね、ここ、一段高くなっていて、スポンジなので、多少はね、防音効果もあると思います。フロアマットを4、5枚引くだけで、防音というのはね、効果出てきたりしますから、ここに分厚いスポンジがあるというのは、効いてくるのではないでしょうか。結構ね、その他も、静粛性向上にね、役立つポイント、静粛性向上のポイントというのが見受けられましたので、おいおい触れていきます。では、ネタ的な部分で一ついきます。続きましては、リアの窓ガラス、このウィンドウがね、どれぐらい開くかというところで、わざわざ取り上げてるということは想像ついちゃいますよね。ごめんなさい。ちょっと難癖にも近いんですけれども、じゃあどこまで開くか想像してみてください。ここまでだったら、20点とか0点。ここまでだったら、90点ぐらいになるのかな。ここはないです。どこまで開くか想像してちょっと見ててください。じゃあちょっと開けますね。さあ、どのぐらい開くのかな。しょうがないんですけれどもね、スライド分け結構みんなね、全部開く車珍しいので、この辺が半分ですからね、といったところです。すいません、ちょっとね、あんまりこのタントシリーズね、弱点らしい弱点がないので、これ上げさせていただきました。昔はこれ、なんでってこう思ったりしていました。でもね、窓とドアパネルのサイズを考えたら、仕方ないところかなっていうのがね、今だったらそう思います。次は簡単にコーナーリングライト点灯の様子です。じゃあ続きましては、
コーナーリングランプについて。このタントはね、これ小さくてもコーナーリングライトがついています。ウインカーに連動して内側を照らしてくれる機能です。じゃあちょっとね、お願いしてつけてみてもらいますね。まずヘッドライトつけてください。はい。もう全然ね、余裕の LED ヘッドライトです。じゃあ次、ウインカーお願いします。はい、今コーナーリングライトついています。この一番内側のがね、こっち側に向かって照射しています。ちょっとウインカー消してみてもらえますか。はい。じゃあつけてください。今ね、ここピカーっとついています。そうしましたら次は、機能豊富で運転をサポートしてくれるメーター液晶部について。この機能豊富な液晶部見ててください。まずね、今可愛らしいタントが映っていて、あとエアコンの状況がね、上に出ています。マニュアルモードなんでね、ちょっとオートにしてみましょうか。エアコンのボタンが出てきましたね。オフ？オート。温度調整。これはブラインド操作でもすごくわかりやすいね。デリカミニとか日産系のはタッチ操作でね。あれもスイッチが大きいので、タッチの中ではやりやすいですけれども、やっぱどちらかというとね、こう物理で、しかも上の方を見ながら操作できるというのはね、すごくいいですよね。速度が高いと、一瞬のね、チラッとどっかを見たりするのがもう致命的にもなりますから、速度高いことを考えると、やっぱりね、高い位置に出てきた方がいい。ちなみに不良です。それから、モードの切り替え。すごい大きいね。これなら誰でもわかるぐらいのサイズですね。あとちょっと切り替えてみます。まずね、タコメーターついています。この車は、今日の車はね、これターボです。190万円のファンクロスターボになります。ちょっとやっぱりデジタルのセグメントタイプだと、つきが悪いように感じる時もあるかな。でもデジタルのメーターがありますんでね。そうですね、弟が足に際して若干動きが遅いようなので、でも、ね、そんなこと言うような車じゃないわけですからね。で、あとアナログ時計、お姉様。それから、この表示にしておくと、ナビ設定するとね、ここに右とか左とかね、直進とか出てきます。で、このまま合わせていっちゃいます。ウインカーの音が変えられます。設定からブザーの設定に入って、このトーン1が、これがね、トーン2、トーン3とあります。ちょっと鳴らしてみますね。ハザードつけます。まずトーン1です。よくあるね、一般的な音量ですね。音質ですね。次トーン2にします。個性的だけれども使えなくはない音ですね。じゃあ次トーン3番。これはなかなかちょっとね、自主的な誰かを驚かすときに使うような感じになりますかね。以上です。次はエンジンルームでなるほどねって感じた点2つ続けてあげます。続きましては、エンジンルームで2点ほど上げていきます。結構ね、やっぱり、もうね、軽自動車この中にいろんなものが収まってたっていうだけでもすごいんですけれども、もう一段ね、さらにすごいねって感じるようなところがあります。まず今日の車ターボ車でね、これダクトがあります。小ぶりなね、インタークーラーがあって。これね、圧力損失で考えると、大きければいいってもんではなくてね、ちょっとマニアックになってくるのでそこまでにします。このダクトがすごいです。これがどこに繋がってるかと、ボンネットのね、上に見えるところに穴ないんですけれども、さあ、これがどこに繋がってるかと、じゃんじゃん、ちょっとこっち見てもらえますか。ごめんなさい、ここから行きますね。ここに穴が開いていて、ここに繋がるんですね。で、ここに入ってくる空気は、じゃあどこから入ってくるかと、上です。グリルのここに直に繋がっています。もう無駄はないですよね。無駄があればあるほど空気抵抗になる。で、燃費が悪くなるという時代ですから、とにかく無駄なく必要な分の空気だけをしっかり吸って、で、圧力を逃がさないようにここに入れて、で、コンデンサーのフィンの中をビシーッと空気を通すというのがね、もうこの作りからでも伝わっていきます。じゃあ続けてね、エンジンルームでもう一箇所。この車ね、ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、ここね、めちゃくちゃ小ぶりなインシュレーターがついています。小ぶりだけれども、これちゃんとね、厚みがあって、しかも浮いていたりとか、断熱材兼防音材として、もう飾りじゃなくてね、しっかり効果があるように作られています。ちょっとね、本当はね、時間あったら撮ってみたいんですけれどもね、こんな感じでブニブニしています。で、これが、あとここ。もうこれは本当に断熱の方がね、考えられてるのかな。ターボですからね。タービンここにあって、その上、これ20センチ、30センチぐらいしか空いてないところ。
でもこれもね、静粛性には効いてくると思います。で、多分静粛性のために作られてるだろうと想像できるのが、バルクヘッド。このエンジンルームと運転席の境目のことをバルクヘッドなんて言いまして、そこはね、内側から、室内側から処理がされています。こっち側はね、もう鉄板むき出しなんですけれども、ちょっとカメラさんに足元映してもらいますね。今ね、運転席の足元です。そこわかるかな？白いね、ウレタン材とかのね、チップ状の、結構防音効果がありそうなね、そんな軽くてペカペカとかふわふわなものじゃなさそうなものがそこに見られます。結構ね、ターボで静か。それからリアのね、ハッチが、樹脂製で、それも音をシャットアウトしてくれる。で、実際乗ってもね、あれこれなかなか静粛性いいんじゃないのとか悪くないんじゃないのぐらいのね、静粛性を感じられます。静粛性に気を使われている様子が視覚的にも感じられました。タントの名物といえば、助手席側 B ピラーレス。でね、ピラーレスのメリットって何だろう？今回思った点を挙げます。じゃあ今度はね、B ピラーレスについて。B ピラーがないです。助手席側ね。正確に言うとビルトインって言ってこの中に入っているんですけれども、通常 B ピラーレスなんて呼ばれています。で、これがね、どんなメリットがあって、どんな時に役に立つのか、ちょっとね、考えた見たことがあります。今までね。で、それ言わないとこんなの紹介はね、当たり前なんで、ちょっとね、思いついたこと。まずね、傘。すいません、ちょっとね、傘忘れちゃったんで、これ傘代わりにしてみてください。こうやってね、雨の日ここまで来て、濡れる、キャー大変ってやって、ここまで入って、水をはたいて、中に傘を入れられる。なんていうね、傘を差したまま中に入れるっていうメリットはあるのかな。ギリギリまでね、傘を寄せられるってついたメリットでしょうかね。ちなみにあとね、ここ掴むとこあるんで、ここなくてもね、これが役に立ってくれます。で、もう一つね、考えたというか、思い出したのが、昔ね、大きな家具を買いに来ましたよ。ここがね、あと2センチつっかえちゃって、それを持って帰れなかった時があるんですね。こう入れようとして、どう頑張ってもね、ここが2センチだけつっかえちゃって、ピラーに当たっちゃってね、入らなかったことがある。で、結局、その時ね、家具屋さんに運んでもらうことになったんですけれども、そういう時にね、ほんのわずかでもね、これがなければ、ここ役に立つっていうね。あと椅子もね、すごいスライドしますしね。もう全然前まで出てくるので、こういう使い方ができる。この2点かなっていうのがね、自分の思いつくところです。他にね、こんな使い方いいよってのがあったらちょっと教えてください。箸休め的な可愛らしいポイントを一つ挙げます。じゃあ続きましてはね、このファンクロスのリア周りで1点。テールランプがね、可愛く映るんですよね。可愛く光る。なかなかね、軽自動車の配当系、この辺表現難しいというかみんな同じになっちゃうのをどう差別化しようかっていうのは、ね、どこのメーカーも考えられているんですけれども、このタントはね、光り方がユニークです。このチューブがね、ちょっと見ててください。丸くね、ブニュって。で、真ん中に、ブレーキランプがつく感じです。で、これも、そうね、多分チューブの中に光通してるんでしょうね、といった感じですね。ちょっとじゃあ離れとか前傾です。まずこれがテールライト、スモールライト。で、ブレーキライト。で、ウインカー。で、あとバックランプ。こんな感じです。では次、レーンキープに関するオンオフについて。続きましては、レーンキープアラート、もしくは車線逸脱警報なんて呼ばれる機能のオンオフスイッチにつきまして、大発車は全般的にね、このマークなんですよね。長押しすると多分衝突安全とかね、運転サポートの運転支援の機能だと思うんですけれども、軽く押すとね、車線逸脱警報のオンオフになります。で、今度ちょっとメーターの方映しててもらえますか。ワンタッチでね、ポン、ポンと切り替えできます。大発車ね、ハンドリングいいというか、くねくね道とかで走りやすい車多いですから、これできればね、切って楽しまれる。そうした方がね、車に余計なことされなくて走りやすいと思います。ちなみに長押ししてみましょうか。ちょっと長押ししてみますね。こっちがオフになりましたね。これは多分ね、マークからして、前方のね、
自動ブレーキ、衝突軽減ブレーキに関する機能かなって予想ができます。もう一回長押しで、戻りましたね。とりあえず軽く押すと、レーンキープアラートのオンオフになっています。そうしましたら、タイマー機能付きのドアロック、ドアアンロックに関する機能について。で、続きましては、ドアとロックとか、ロック解除についての機能で2つ挙げさせてください。ただね、ごめんなさい。今日ね、スマートキーじゃないんですよね。スマホを使った電子キーのレンタカーなので、今日ちょっとね、試すことはできないです。ただどんな機能かということで、1つ目はね、ドアロック予約機能です。もう最近お馴染みになりましたよね。引いてる間にピッてロックボタンを押していくと、止まっちゃった。これを引いてる間にね、スマートキーでピッてロックすると、人間が降りた後に、全部閉まり終わった後に自動でロックしてくれるといった機能です。これはね、やっぱりこれ、閉めるのに時間かかりますから、何秒ぐらいかかるのかな。1、2、3、4、5、5秒かなかかりますので、1秒でも早く降りたいときなんかはね、降りて、その間にスマートキーでポチってね、ロックする。そうすると、閉まり終わったら自動でロックしてくれるといった機能がついています。で、あともう一つ。これはね、タントシリーズというか、ダイハツのオリジナルの機能なのかな。ウェルカム機能というのです。まず、今エンジンかかっている状態で、これを押しますね。これ、運転席側かなポチッと。あれ今効かないですね。こう押すとね、ここ緑色に光ります。で、この状態でエンジンを切って降りる。で、1メートルとか 1.5 メートル離れると自動でロックされるそうなんですね。で、戻ってくると自動で、これがね、こう開くそうなんですよ。すごくね、便利な機能ですよね。慣れなきゃ不安でしょうけれども。で、このスイッチを押してから3時間だけね、予約がタイマーでセットできるそうです。この3時間というのがポイントでね、すごくいいなと。そのタイマーがあるからこそ使える機能だと自分は思っているんですね。というのも、昔、ホンダのフィットでね、同じような機能をつけたことがあります。今カメラ持ってくれてる彼がね、買って使ってたんですけれども、このスマートキーを持って、車の周りをうろちょろしてると、もうピッピッピッピロックしたりロック解除されたりでもうたまんないんですよね。もうそれはもうずっとそれで使うしかできませんでしたから、しょうがなくでしたけれども、もうロックしたりロック解除したりがね、もうこの距離でもう何度も何度も起きる。で、それの改良版、現代版がこの3時間っていう限定付きの機能として、搭載されている。これがすごくいいです。次はメータースイッチの惜しい点です。じゃあ続きましては、オドトリップの切り替えはメーターから飛び出たこのプッシュスイッチを使うといった話です。まずね、表示はここです。今、オド1388キロと出ています。で、この切り替えはこっちなんですよね。このあたりが、一番安価なグレードですと、ここ液晶モニターがつかないんですね。液晶部がないので、そうね、その関係からかなと思うんですけれども、とりあえずね、ここを押して切り替えなきゃいけないといった感じになっています。燃費が今 17.6 キロになっています。で、このタイプね、危険な話とさせてください。すいません、ちょっとね、あんまり話したくない話なんですけれども、運転中ね、こうやっとしたら一番最短距離の場所にあるんですね。でもこれは危ないので絶対やんない方がいいです。最悪の場合ね、腕の骨を折れちゃうこともあるそうなんですね。というのも、ハンドルってこう回すとタイヤが切れます。じゃあ逆に、タイヤ側を回したらどうなるのかと。当然ね、タイヤを回してもハンドルこっちも一緒に回ります。で、これがね、例えばね、走っていて、後ろ側にストンって当てられた時とか、一時停止無視とかでね、もし後ろだけ当てられた時とか、車はスピンモードになります。そうすると車はスピンしないようにということで、フルパワーでね、カウンターが当たるんですね。もうそういう風に全ての車ができています。なので、車がスピンモードに入ったら、自動でハンドルは回ってスピンを回避しようとする。その時にものすごい勢いで回ります。で、あとはね、フロンタイヤをコツとかね、縁石にぶつけちゃったりとかして、ハンドルがココって切れるような時も、ハンドルがクッて回ると思いますから、ないとは思うんですけれどもね、もしもでこうやって手でガーってくると、最悪腕の骨を折ることがあるっていう話なんでね、とにかくすごい勢いで回るので、それで言ったらね、本当は握る時も親指を手のね、内側に入れちゃいけないっていうのは、
もともとはね、運転の鉄則で、今でもね、サーキットとか走られる方は、こう握るだと思うんですけれども、これも、本当は一緒です。ただね、こう、みんなやっちゃいますけれどもね、本当は親指も入れない方がいいといった話でした。この小さな長所短所シリーズは、多くのモデルで連載しています。再生リストもあるので、ぜひ他のも見てみてください。そんな中で、このタンとファンクロス、取り上げたい点がいっぱいでした。もうほんと、YouTuber を喜ばす機能っていうのがね、すごかったです。チャンネル登録やいいねボタンで応援いただけますと、もっとじっくり撮影したり、丁寧に動画編集していけるようになったりとか、時間を使っていけるようになりますので、どうぞよろしくお願いします。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。